皆さんこんにちは、ドクタケイです。今回はプログラミングの条件分岐処理についてご説明したいと思います。今回の動画を見ると、条件分岐処理とは何か、条件分岐処理の if 文とスイッチ文の使い分け、このようなことがわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。それではまず本題ですが、結論から言うと、条件分岐処理とは、条件によって処理を分岐させたいときに使う仕組みです。前回ご説明したループ処理と並んでプログラミングにはなくてはならないものなんです。前回のループ処理の動画を見てない方は概要欄にリンクを載せてありますので、ぜひそちらも見てみてください。前回ループ処理は Web サービス全体のソースコードの中で8割から9割には登場すると説明しましたが、実はなんと今回の条件分岐処理はそれ以上なんです。これは実際の Web サービスのコードの一部なんですが、この赤い部分が何らかの条件分岐処理です。見ての通り、実際のソースコードは条件分岐だらけなんです。では、条件分岐処理とはどのようなもので、実際どのように使われるのか、実例を交えながらご説明していきたいと思います。プログラムを書いていると、このような場合はこういった処理。このような場合はこういった処理という形で条件によって処理を振り分けたいときっていうのが出てくるんですね。例えば身近な例で言うと、もしユーザーがログイン済みならホーム画面を表示。もしユーザーがまだログインをしていなければログイン画面を表示。といったような分岐ですね。あとは、例えばネットショップの商品画面などで商品の在庫があれば在庫数を表示してカートに入れるっていうボタンをアクティブにする。もし在庫がなければ在庫切れと表示をしてカートに入れるボタンを押せなくするといったような形です。あとはエラーがなければ次の画面に進む。エラーがあれば画面上にエラーメッセージを表示する。このような感じでプログラムの中では常にいろいろな条件分岐が発生していますが、これを行えるようにするのが条件分岐処理というものです。PHP では条件分岐処理は2種類あります。一つは if 文、もう一つはスイッチ文というものです。それぞれ簡単に説明していくと、まず if 文はこんな感じで書きます。もしも何々だったらこの処理、もしも何々だったらこの処理という形で条件と行わせたい処理というのをセットで書いていきます。書き方は一番最初の条件だけは if という形で指定をして、それ以降の条件は else if という形で指定をしていきます。最後に else とだけ書くと、どの条件にも合致しなかった場合に行わせたい処理を書くことができます。これが if 文です。次にスイッチ文はこのように書きます。あるデータの内容が1だった場合、2だった場合、3だった場合というような形で、ある特定のデータに対しての値のパターンをチェックしたい場合に使います。書き方はスイッチの後にチェックするデータを指定して、その後にケースというキーワードに続けて値のパターンを書いていきます。例えばこのソースコードの例だと、変数 i の値が0だった場合、1だった場合、2だった場合というような指定ですね。で、一番最後に書いてあるデフォルトというのは、if 文でいうところの else と同じように、どの条件にも合致しなかった場合に行われる条件です。なお、一点注意点としては、スイッチ文の場合は、ある条件に合致した後にその下の処理が行われるんですが、その中でブレイクというふうに書いておかないと、それ以降の処理も全て行われてしまうんですね。なので、このように覚えておいてください。if 文は上から順番に条件をチェックしていって、どれかの条件にマッチしたら、それ以降の条件チェックは行わない。スイッチ文は同じように上から順番にチェックをしていって、どれかの条件にマッチしたら、それ以降の処理を行う。ただし、ブレイクを書いてある場合は if 文と同じようにそこで止まります。これが if 文とスイッチ文の違いですね。基本的には if 文を使えばどのような条件式も書くことができるんですが、先ほどあったようにある特定のデータのパターンをチェックしたい場合はスイッチ文の方が簡潔に書けますので、使い分けるようにしましょう。それでは実例です。この画面はあるウェブサービスのログイン画面です。メールアドレスとパスワードを入力してログインボタンを押すと、ログインができるという一般的なログイン画面ですね。ここにユーザーが入力したメールアドレスやパスワードが正しいかどうかというのを後ろのプログラムでチェックをしているんですが、そこで条件分岐処理というものを使っています。実際のソースコードを見てみましょう。これはメールアドレスをチェックしている処理の部分ですね。if 文を使って条件式を書いています。まず一番最初の条件としては、もしメールアドレスが空っぽだったら、これは empty というものを使って空っぽかどうかというのを判断しているんですが、もし空っぽだったらエラーメッセージとしてメールアドレスを入力してくださいというふうに表示をしています。次の条件として、メールアドレスの形式が正しいかどうかっていうのをこのフィルターバーというものを使ってチェックしています。で、ここでもしチェックに NG が出てしまった場合は、エラーメッセージとしてメールアドレスが不正ですというふうに表示をしています。
で、最後の条件式、入力されたメールアドレスの文字数が200文字を超えているかどうかというのをチェックしています。で、もし超えていた場合は、メールアドレスは200文字以内で入力してくださいというようなエラーメッセージを表示しています。このどの条件にもマッチしなかった場合は、正常に入力されたものとしてそれ以降の処理を行うというような形ですね。このような形でログイン画面ではログインボタンが押された後にこういった条件分岐処理が動いてユーザーの入力値っていうのをチェックし、もし NG が出た場合はエラーメッセージを表示する。入力内容に問題がなければそのままログイン処理を行うというような形で動いています。では次にスイッチ分の実例も見てみましょう。これは画面からファイルをアップロードする際の処理のソースコードの一部なんですが、アップロードのステータスに成功、それから失敗だった場合はエラーコードっていうのが入ってくるので、それをスイッチ分を使ってチェックをしてエラーメッセージを表示させています。一番上のケース、成功だった場合は特にエラーメッセージは指定せずにそのままブレイクで終了させています。で、失敗だった場合はそれぞれのエラーメッセージを指定してエラー処理っていうのを行っています。で、このエラー処理の部分はブレイクを今回書いてないんですが、このスローというのは特別なエラー処理になっていて、強制的にエラージャンプさせられるので、特にブレイクを書かなくても、それ以降の処理は実行されません。このサンプルコードはその部分はちょっと例外ですね。ちなみにこのコードを if 文を使って書くこともできます。if 文を使って書くとこのようになります。動作としては問題なく同じように動くんですが、各条件に毎回同じ記述、ファイル何々イコールなんとか、ファイル何々イコールなんとか、ファイル何々イコールなんとかと同じような形で書かなくてはいけないので、面倒だし、スイッチの場合と比べてソースコードが見づらいですよね。なので、こういった場合はスイッチ文を使うようにしましょう。以上が条件分岐処理の説明になります。プログラミングをしていると、条件分岐処理というのは必ず出てきますが、多く使いすぎると、後で自分でソースコードを見たときに、あれ、これは何のために条件分岐をしてるんだっけというように、自分でも訳がわからなくなります。なので、誰が後からソースコードを見ても分かりやすいように、条件分岐処理はできるだけシンプルに分かりやすく書くようにしましょう。もしどうしても複雑な条件分岐を書かなければならない場合は、ソースコード内の条件式の部分に、その意図や目的をコメントとして細かく書いておくようにしましょう。その場だけで目的の動作をすれば OK っていうのではなく、後から見た時に分かりやすいソースコードを書けるかどうかっていうのが、プロとアマチュアの違いだったりもします。ソースコードっていうのは必ずバージョンアップや、あとバグが起こった場合にバグを直したりというようなことで、後から必ず手を入れるものです。なので、その場限りではなく、後から見ても分かりやすいコードっていうのを必ず書くように心がけていきましょう。というわけで今回は以上になります。僕のチャンネルではプログラミングで実践的なスキルを身につけて独立していきたいといった方のために役立つ情報や生きたノウハウを発信しています。もし参考になったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それではまた。